皆様こんにちは、わかこです。今日は日本のスピリチュアルコンテンツが信用されにくい理由について、最近私が気がついたことをお話ししたいと思います。最初に大前提として、私は専門家でも宗教学者でもなく、13年間天然石に関わる仕事をしながら、歴史とか宗教とか心理学とかそういったものを調べてきました。なので、あくまでも私個人の見解として聞いていただけると嬉しいです。以前、スピリチュアルの本当の意味についてお話ししたのですが、今日はその続きとなるお話です。最近とある SNS の投稿を目にして、ふと気がついたことがあって、日本のスピリチュアルがなぜ信用されにくいのか、その構造的な理由が見えてきた気がしました。そこからスピリチュアルについてもう少し深いところをお話ししていこうと思います。スピリチュアルとは、スピリチュアルイコール宗教というわけではありませんが、宗教と深い関わりがあります。海外ではスピリチュアルを語るとき、その人が属している宗教観をベースに話をします。そしてその宗教観を作っているのは、例えばユダヤ教だったら旧約聖書、キリスト教には新約聖書があって、仏教には経典があって、イスラム教にはコーランがあります。これらの宗教に共通しているのは、根拠となる書物があるということです。その内容が絶対的な事実として証明されているわけではありませんが、紀元前から何千年もの時間をかけて受け継がれて、世界中の人々に読まれ続けてきました。その歴史そのものが一つの信頼性になっています。だから牧師や神父、僧侶といった宗教的指導者たちは、この書物に基づいて話をします。解釈の違いはあっても、根拠となる聖典があるから大きくぶれることはありません。聖典があるということは、この話はここから来ているという出典が明確だということです。一方で、日本のスピリチュアルコンテンツを見ていると、みんな言ってることがバラバラだなぁとよく感じます。こっちの人はこう言ってる。でもあの人は全然違うことを言ってる。どっちが正しいのかわからないし、根拠が見えないなって感じるんですよね。これがスピリチュアルが信用できないという印象につながっている大きな要因じゃないかなと思うのですが、なぜそうなるかというと、日本で広まっているスピリチュアルコンテンツ、つまり既存の宗教とは切り離された形で発信されているスピリチュアルには、よりどころとなる聖典がないからなんじゃないかなと気づきました。例えば仏教徒であれば、経典という共通の土台があるから、スピリチュアルな話をするときにも基礎知識が揃っています。でも日本のスピリチュアルコンテンツにはそういった共通の土台がありません。だからどこかで聞いたようななんとなくの知識をベースに発信しているんじゃないかなって思ったのですが、例えば聖典がなければ誰でも何でも言えてしまいますよね。背景知識がなくても発信できてしまう。これって悪意があるわけじゃないと思うんです。ただ、もともとスピリチュアルと宗教が深い関わりを持っていることを知らないまま、なんとなく良さそうなことを発信しているケースが多いんじゃないかなと感じます。わかりやすい例を一つ挙げると、前世とか来世とかいう言葉を使うスピリチュアルのコンテンツをよく見かけますが、この生まれ変わりっていう概念はおそらく仏教の輪廻の考え方から来てると思います。なぜならキリスト教とかユダヤ教では、人は一度きりしか生きられず、死後は天国か地獄に行くものとされていて、生まれ変わりという概念がないからです。ここからは仏教の話をするんですが、仏教には多くの宗派があって、
宗派によって解釈が異なる部分もありますが、あくまでも仏教の基本的な考え方として聞いていただけると嬉しいです。本来の仏教における輪廻っていうのは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天という6つの世界を繰り返すものです。必ず人間として生まれ変わるわけではないし、動物になるということもあります。前に耳にしたスピリチュアルを語っている方が、今世を本質的に生きると魂が磨かれて来世が生きやすくなるというふうに話していました。来世の話をするなら、おそらく仏教に基づいた宗教観で話されていると思うのですが、仏教の本来の目的は魂を磨いて来世を良くすることではなくて、この輪廻のループ自体から抜け出すこと、つまり下脱なんです。なので魂を磨いて来世を良くするっていう話は、仏教の基本的な考え方からするとかなりずれています。これは仏教の文脈で話しているようで、実は仏教の核心とは違うことを言っています。こういうことが起きるのは、背景知識なしに概念だけを部分的に借用しているからじゃないかなと思っています。これはスピリチュアルコンテンツを発信している人を批判したいっていうわけではなくて、情報を受け取る側が背景を知っておくと、自分にとって本当に必要なものを選びやすくなるんじゃないかなと思いました。信じるかどうかは自分次第だし、それは私が大切にしているウィッカの教え、自分の人生は自分で決めるっていう考え方ともつながっています。ただベースの知識を持っておくと正しい判断ができるんじゃないかなと思います。宗教という言葉自体にどこかうさんくさいとか怖いっていうイメージを持っている方も多いんじゃないかなと思うのですが、本来スピリチュアルな思想っていうのはそれぞれの宗教の哲学とか歴史的背景の上に成り立っています。で、この宗教が怖いとかうさんくさいっていうイメージで理由があって、これは1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件以降、宗教に対するイメージが大きく低下してしまい、無宗教ですと言えばまともな人間の証明というような風潮が生まれたと言われています。でも海外では全く逆で、無宗教だという方が珍しかったりします。宗教っていうのは国を動かして戦争を起こしたり政治を変えてしまうほどの強い影響力を持つもので、その人の価値観とか生き方の根幹に根付いているものなんです。だから海外でスピリチュアルを語るときは、その宗教的背景が自然と土台になっています。でも日本人はその宗教的背景にほとんど馴染みがないため、なんとなく良さそうなこととして発信されやすい。それが根拠のない話になってしまう原因なんじゃないかなと思います。だからこそなんとなく耳障りの良い言葉を鵜呑みにするのではなく、なぜ、根拠はっていう本質を見る癖をつけるように私自身しています。だから私は魔女の話をするときは宗教学とか社会学の文献を読んだりとか、あとは根拠のある情報と私自身の解釈っていうのははっきり分けて話すように気をつけています。ちなみに天然石の意味は色彩心理学とかチャクラだったり、あとは歴史的な背景から来ていて、科学的な根拠があるわけではありませんが、私は花言葉と同じような意味合いで受け取っています。そしてこの話をしたのは正しいとか他が間違いだという話ではなくて、この音声を聞いてくれた方がこの話はここから来ているんだと自分で判断できる材料を提供したいと思ったからです。今日は日本のスピリチュアルが信頼されにくい構造的な理由について私の気づきをお話ししました。聖典という根拠がないこと、あとは宗教との関わりを知らないまま発信されているということ、これがみんな言ってることがバラバラっていう状況を生んでいるんじゃないかなと思っています。
スピリチュアルに関わらず、どんな情報もこれは誰が言ってるのかとか、根拠は何か、どこから来ている話なのかを意識して受け取ることが大切だと思っていますし、心がけています。特にスピリチュアルの世界は根拠が曖昧なまま感情に訴える情報が多いので、受け取る側がその情報の背景を少し調べてみる習慣を持つことが大切なんじゃないかなと私は感じています。もちろん信じるかどうかは自分次第。でもその判断をするためには根拠を知ることが必要だと思っています。魔女のお店が開く日は LINE に登録してくださった方に一番先にお知らせしています。説明欄または概要欄からぜひ登録してみてください。また次回もお話しします。若子でした。